さてどうも皆さん、今日もお疲れ様です。今回も料理を一品作っていくんで最後まで見てってください。作っていくのはですね、マリーミーチキンです。最近 SNS で見たという方もいるんじゃないでしょうかね。私もそのうちの一人です。材料はすべてカルディで揃いました。なのでもし動画最後まで見て真似したいっていう方はカルディへレッツゴーしてください。そんなマリーミーチキンなんですけど、僕も気になって調べてみたら海外のシェフたちがこぞってやってましたね。ほんと人それぞれ作り方微妙に違うんですけど、僕なりに、自分がね美味しいと思うアレンジを加えてるんで、ぜひ参考にしてもらいたいです。鶏肉は、横半分に包丁を入れて、開いた後に何かこうフライパンとか鍋とかあったらそれで叩いて薄く伸ばします。それで塩コショウです。コショウは黒コショウが個人的におすすめですかね。で、薄さ的にそんなこう分厚いお肉じゃないので、基本的に片面で十分だと思いました。塩とコショウ両面にしっかりと塩コショウ振りたいっていう方もいると思うんで、それ自体は止めませんから、ただね振りすぎだけは注意してください。そしたら玉ねぎ4分の1ですね、みじん切りにしておきます。この玉ねぎはこの後タイ米でバターライス作っていくんですけど、それ用です。ざっとみじん切りにできれば問題ないと思います。そしてニンニクですね。これも皮むいてみじん切りにしておきます。ニンニクはマリーミーチキンのソースに加えていくので、なるべく細かい方がソースにより馴染みやすいような気がします。マリーミーチキンの起源についてちょっと調べたんですけど、特にこれといった情報は出てこなかったですね。比較的最近のレシピなんじゃなかろうかと。この料理の名前の由来自体も、食べた人が結婚を申し込まずにはいられない美味しさからマリーミーチキンって呼ばれてるとか、なんとロマンチックな料理名なんでしょうね。ちょっと我々には眩しすぎますよね。チキン自体の火入れとソース作りは比較的早く終わるので、先にバターライス作りをしていきます。個人的にお米と合わせたいと思ったのでバターライスにしたんですけど、これパスタとも全然合うんで、お好みでそれは決めてください。実際マリーミーチキン作ってるシェフの中では結構パスタと合わせる方多かったですね。作り方はバターでオニオンを軽く炒めて、その後にタイ米加えてチキンブイヨンでローリエを加えて炊き込んでいく感じです。このバターライスがだいたい20分から25分ぐらいはかかるんで、その間にマリーミーチキンを作っていく寸法です。唐辛子をだいたい1本分みじん切りにしておきます。種全部使っちゃうと辛すぎるので、半分ぐらいは取り除きました。そしてあらかじめ水に戻しておいたドライトマトは粗みじんにカットです。そのまま使うとちょっとそうですね、硬いかなと思ったので水に戻したんですけど、ものによってはオイル漬けされてるものもありますから、それはそれで全然問題ないんで、お好みで選んでください。塩コショウしておいた鶏肉は両面に小麦粉をまぶしてこの後焼いていきます。フライパンを用意して中火でオリーブオイル、そうですね、小さじ1/2分の1ぐらいと、あとはバターを 20g ぐらいフライパンの中に加えて焦がしバター作っていきます。この程よく焦げたバターの中で鶏肉の表面に軽く色付けをしますね。ここではまだ鶏肉に火を入れなくて大丈夫です。ちょっと茶色くなったなぐらいで引き上げましょう。バターの、焦がした香りをまとわせるのが目的です。で、これぐらいのバターの感じだとまだ使えるので、このままソース作りしていきます。
唐辛子とニンニクを加えて、あとオレガノですね。オレガノもしっかりと炒めて香りが出てきたら、トマトペースト大さじ1/2ぐらい、あとはマスタード。これで全体を混ぜ合わせます。しっかりと混ぜてください。火を加えることでトマトペースト独特のちょっと粉っぽさっていうのも飛びますし、マスタードの酸味も穏やかになるんで、その頃合いでチキンブイヨンを加えます。ここで加えるのはマスカルポーネです。結構生クリームを加えるレシピが多いと思いますが、マスカルポーネのこの穏やかな酸味と甘み、あとはクリーミーさ、これらが何て言うんですかね、このトマトベースのソースに非常によく合うと思ったので、マスカルポーネをチョイスしました。なければもちろん生クリームで大丈夫です。そしてフレッシュのバジル、乾燥バジルでも大丈夫なんですけど、フレッシュのバジルがやっぱいいです。あとドライトマトとドライトマトを戻すために使った水です。それらも加えて乾燥タイムで、風味付けしますね。中火にしておくとトマトペーストとマスタード入ってるんでいい感じにとろみついてきますから、それでもちょっととろみ足りないなと思ったらバター1かけ加えてください。ついでにコクも増しますからね。それでソース仕上がってきたら、先ほど鶏肉はまだ中心まで火が入ってなかったんで、このソースの中で温めながらソースをしっかりとまとわせていきます。もうぼちぼち仕上げですね。パルミジャーノ・レジャーノと、あとはレモンの皮、これをすりおろして加えます。このレモンの皮結構重要ですから、できれば入れてほしいんですけど、ないっていう方は、レモン汁とかでも大丈夫です。瓶詰めされたレモン汁です。はい、こんな感じで鶏肉にしっかりとまとわせたら、盛り付けドレッセしましょう。タイ米で作ったバターライスがまた美味しいんですよ。フランスにいた時のまかないを思い出しますね。あの時はもうこれでもかっていうぐらいタイ米食べてました。風味が少し癖ありますから、白米でももちろん大丈夫です。今回合わせるウイスキーはデュワーズのフレンチスムースです。これがまたうまいんですよ。これはすげえぞ。これ鶏肉料理、これ優勝じゃないか。いや、マリーミーしたくなる気持ちわかるな。これするよ、これマリーミーを。うまっ。これ俺めちゃくちゃ好きだな。ハーブとドライトマトめちゃくちゃ合うんですよね。でマスカルポーネ入ってるけど、レモン最後仕上げで入れてるから、重たさとかもほぼ皆無で、唐辛子のねまたピリ辛感いいんすね。唐辛子今回は1本分だったけど、これ2本全然いけるな。全然いける。タイ米がまたいい味出してるよ。これパスタでもいいっすよね。これ全然足りない。これ全然足りないぞ。というわけでマリーミーチキンでした。このレシピ最高なんでぜひ試してみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。